今日はいちごのチーズケーキを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はいちごのチーズケーキを作りたいと思います。はい、ということで今回は電子レンジで簡単に作れるチーズケーキレシピをご紹介していきます。以前私のチャンネルでみかんのチーズケーキをご紹介したんですが、今回はいちごをたっぷり入れた美味しいチーズケーキを作っていきたいと思います。作り方は混ぜてチンするだけなのですごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。いちご、クリームチーズ、グラニュー糖、薄力粉、卵、レモン汁、ビスケット、無塩バター。今回はこちらの材料で作っていきます。まずいちごなんですが、こちら今の状態で約 150g になります。こちらのいちごの量に関しましては、だいたい140から 150g の量を用意してください。そしてですね、今回のチーズケーキは下にビスケット生地を敷きたいと思います。このビスケットに関しましてはお好みのものを使用してください。そして今回はこちらのタッパーを使って作っていきます。こちらのタッパーの大きさは約 11cm×18cm のタッパーになります。こちらのタッパーは必ず耐熱性のものを使用してください。大きさと形は目安にしてみてください。あるいはね、15cm×15cm ぐらいのこのような正方形のタッパーでもいいかなと思います。こういった大きめのタッパーがない時は小さめのタッパーに2つぐらいね作っていただいてもいいかなと思います。そしてですね、このタッパーの中にこのようにラップをね敷き詰めます。そうするとチーズケーキがね取り出しやすくなります。このようにピタッと貼り付けて準備しておいてください。ということで早速作っていきます。それでは早速作っていきます。まずはじめにビスケット生地から作っていきます。こちらビスケット生地に使う無塩バターです。こちらを電子レンジで溶かします。電子レンジ 600W で30秒加熱します。はい、溶かしました。そしたら一度よく混ぜてください。もしね、この時溶けきれない場合はプラス10秒ほど加熱してみてください。バターは使うまでこのまま置いておきます。それでは続いてこちらのビスケットを細かく砕いていきます。まずこのようなジップ袋を用意してください。そしてこの中に入れます。ちなみに今回私はね、このチョイスというビスケットを使ってます。こちらも参考にしてみてください。それではこちらを麺棒で細かめに砕いていきます。できるだけ細かめにしていただいた方が仕上がりが綺麗になります。では砕きます。はい、 OK です。このぐらいね細かめに砕いてください。そうしましたらこちらに先ほど溶かしておいた溶かしバターを入れます。そしてビスケット全体にバターを染み込ませてください。はい、こんな感じでビスケットがしんなりするまでしっかりと揉み込みましょう。そしたらこちらを型に敷き詰めていきます。先ほどねラップを敷いた型を用意してください。そしてこの中にビスケット生地を入れます。はい、そしてこちらをですね型の底に敷き詰めてください。こういったゴムベラなどをね使っていただくとやりやすいと思います。はい、このようにしっかりと敷き詰めてください。それではこちらを冷蔵庫で冷やしておきます。それでは続いて生地を作っていきます。まずはじめにこのいちごのヘタを切り落としていきます。こんな感じでどんどん切り落としていきましょう。はい、いちごはこのようにヘタを切り落としてください。そうしましたら続いてこちらのいちごを耐熱のボウルに入れてください。そしてここにレモン汁、あとはねグラニュー糖をだいたい半分ぐらい入れてください。こちらの残りはクリームチーズの方に使っていきます。こちらざっくりで OK です。このように入れたら一度全体を混ぜましょう。ざっと混ぜたらふんわりラップをします。そしてこのように1箇所空気の出入り口を作っておいてください。それではこちらを電子レンジ 600W で2分30秒加熱します。はい、加熱しました。そしたらやけどしないようにラップを取り外してください。加熱すると少しアクっぽいものが出るのでこちらはスプーンでまず取り除いてください。ざっくりで大丈夫です。はい、そして取り除いたらこちらマッシャーなどで潰していきます。マッシャーがない時はフォークなどを使ってください。い
ちごの準備はこれで OK です。それでは続いてクリームチーズを練っていきます。まずボウルにクリームチーズを入れてください。今ね、このクリームチーズは冷蔵庫から出したてでちょっと硬いので、一度電子レンジで軽く温めます。電子レンジ 600W で30秒加熱します。はい、30秒加熱しました。そしたら取り出してゴムベラなどで練っていきます。この時まだちょっと硬い時はプラス10秒ほど加熱してみてください。一度に加熱しすぎると焦げてしまう時がありますので注意してください。はい。で、このように柔らかくなれば OK です。そしたら続いてこちらに残しておいたグラニュー糖を加えます。そしてまずはゴムベラで混ぜます。はい。続いてこちら泡立て器ですり混ぜていきます。だいたい20秒から30秒ほどしっかりとすり混ぜてください。はい、OK です。グラニュー糖を加えていただくとさらにね、柔らかい仕上がりになってきます。そうしましたら続いてここに卵を割り入れます。そしてよく混ぜましょう。はい、このようにきれいに混ぜてください。そうしましたら先ほど温めておいたいちごを入れます。はい、そしてよく混ぜましょう。そして最後にこちら薄力粉をふるって加えます。薄力粉は必ずふるって加えるようにしてください。そしてダマができないようにしっかりと混ぜます。はい、生地はこれで OK です。それではこちらを型に流していきます。冷蔵庫に入れておいた型を取り出します。そして生地を流し入れましょう。そして少し高いところから 2,3 回落とします。はい、OK です。ここにふんわりラップをします。ふわっとかけてください。1箇所ね、ここら辺に空気の出入り口を作っておきましょう。そうしましたらこちらを電子レンジ 600W で2分加熱します。はい、2分加熱しました。そしたら一度取り出して向きを90度変えるか、もしくは180度回転させて加熱ムラがないようにもう一度加熱します。電子レンジ 600W で2分加熱します。はい、2分加熱しました。そしたらラップを一度取り外してください。とても熱いのでやけどしないように注意してください。今ね、表面がこのような状態になってます。こうやって見た時に表面の生地が生になってなければ OK です。生地自体はちょっとプルッとしてるんですが、冷やし固まるとね、このプルッと感もなくなってくると思います。こちらの加熱時間なんですが、お使いの電子レンジによって適正な加熱時間が変わる場合があるので、こちら様子を見ながら加熱時間を調整してください。もし表面がね、ちょっと生っぽかったら追加で30秒ずつ加熱していただくといいかなと思います。そうしましたらまずこちら粗熱を取ります。粗熱を取るときは上にふわっとキッチンペーパーをかぶせて粗熱を取ります。はい、冷めました。今こんな感じで状態は変わってないんですが、しっかり冷めたらこちらを冷蔵庫で半日冷やします。冷やす時はですね、またキッチンペーパーをかぶせて、そしてこの上からラップをします。もしタッパーの蓋がある時はタッパーの蓋の間にキッチンペーパーをね、敷いていただくといいかなと思います。それではこちらを冷蔵庫で半日しっかりと冷やしたいと思います。はい、こんな感じに仕上がってます。それではね、切りたいと思います。こちらを型から外します。そしてこちらラップもね、取り外してください。はい、こんな感じになってます。あとはお好みの大きさに切ってください。今回私はね、全部真四角に切りたいので、まずね、こちら端を切り落とします。はい、であとは食べやすい大きさに切りたいと思います。はい、今回はこのようにスティックタイプに切りました。断面はこんな感じになってます。それでは盛り付けたいと思います。はい、これでいちごのチーズケーキの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにしっとり濃厚な仕上がりになってます。最後こちら分量外ですが粉糖をかけてます。こちらはお好みでやってみてください。このようにね、スティック状に切っていただいてもいいですし、あとはこんな感じでね、一口サイズにしても可愛いと思います。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。すっごくしっとり濃厚です。そしていちごの風味もしっかり残ってすごく美味しいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。
今回のいちごのチーズケーキのポイントです。まずいちごなんですが、加熱した後に少しアクのようなものが出てきます。なのである程度で大丈夫なので、そちらを取り除いてから潰すようにしてください。そして生地を作る時のポイントです。生地を作る時は一つずつ材料を加えて、その都度よく混ぜるようにしてください。そうすることで生地の馴染みが良くなります。そして電子レンジで加熱する時のポイントです。電子レンジで加熱する時は最初2分間加熱して、加熱したら向きを変えて再度2分間加熱してみてください。こちらね、もしターンテーブルの電子レンジを使う場合はこちらの作業は抜いていただいて大丈夫です。そのまま4分間加熱してみてください。そして加熱時間なんですけれども、タッパーの形とか大きさとかでも変わってきますので、4分間でちょっとね不安な方は5分間加熱してみてください。そして加熱した後なんですが、とてもプルプルした状態になってます。そのまま粗熱を取ってさらに冷蔵庫で半日冷やしていただくことで、オーブンで焼いたようなずっしり濃厚な仕上がりになります。そして甘さに関しましては、いちごの甘さもあるのでお好みで調整していただけたらと思います。今回はですね、下にビスケット生地を引いたんですけれども、こちらオレオで代用していただいても美味しいと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はいちごのチーズケーキを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。